ファン界の間ではゴッドと呼ばれる神木健二さんによる伏線ランキングのお時間です。アイスバーグさんが撃たれた時に新聞が出るんですよ。一人の男が写ってるんですよ。並んでるんですよ。お前おるやん。どうも伏線大好き小雪です。アシスタントのトエです。どうも神木でーす。はーい、もうすっかり3人体制みたいになってるけど、また来た。お送りしてますよ神木ウィーク。はい、というわけでやっていきます。はい、お願いします。ワンピースマニアが選ぶ伏線ランキング。はい、というわけでね、ワンピースファン界の間ではゴッドと呼ばれる神木健二さんによる伏線ランキングのお時間です。ワンピースって言ったら伏線の物語でもあるわけですよ。そういうたくさんある中から神木くんが選ぶベスト5かな、はい、5個選んでもらったのでそれ発表してもらいます。はい、これ選ぶのむずいっすね、めちゃくちゃ。いや、これ悩ますよね。山ほどあるし、全部すごいんですよ。確かに。でまあ自分なりの読み方で結構気づくのもあるんで、それをまあちょこちょこ挟みながら紹介できればなと思います。だってもうちょっとこの表紙見るだけでワクワクしますもんね。ワクワクする。じゃあ早速お願いします。お願いします。そうですね、はい、1個目は、まあ伏線は伏線だと思うんですけど、今もずっと続いてる伏線で、ゾロの話なんですけど、ゾロの物語を読む上である2文字に注目して読むと面白いんですよ。2文字約束っていう言葉です。ネバーランド。ネバーランドではない。なんで急に出てきた読み返してもらうと分かるんですけど、ゾロが喋った約束っていう言葉にはほとんどですね、ルビがついてるんです。点々と。約束には点々と強調されてるんです。なんで一つ紹介すると、近いところで言うとこう魚人島編とかルビはそこにはついてないんですけど、左大臣とですねゾロが話してる時に、交渉は決裂だ、人質を全員無事に返すって約束を俺たちは守れなかった、でなんと律儀だっていうか、約束に結構固執してる感じがするじゃないですか。確かにそういうのたくさんあって、約束って出たらイコールゾロなんですよ。なるほど。このナミとゾロのセリフでもウイスキーピークですよね。あんた約束の一つも守れないのって言った時、ゾロはめちゃくちゃ刺さってるんですよ。そんなんいいじゃねえかみたいな。とても刺さってる。ここにもルビが振ってあるんですけど、たくさんあるんですよ、その約束とゾロって結びつけられる。それはなんでかっていうと、面白い。クイナとの約束があるから。クイナと最後約束してどっちが世界一の剣豪になれるか競争するんだって、でバカ野郎弱いくせにさ約束だガシってして、でそこで2人の関係も終わってしまうんですよね。クイナがなくなっちゃうんで。そこからゾロは約束っていうのにすごい固執して、すごい特別な思いがあるんですよ。世界一の大金剛になるってクイーンと約束してるからね。なるほど。だから多分デイビーバックファイトでもチョッパーが奪われて、チョッパーがうだうだ言った時も厳しくね、厳しく言ってるんだと思う。ただ今後約束ってたくさん出てくると思う、ゾロと。そこ注目してみると、そこからの気持ちがずっと続いててそうなってるんだっていうのは楽しめるんで、そこ注目して。第5位から飛ばしまくってますね。そうです。めっちゃフルスロットル最初から。いやもう1位か思いましたもん今。本当にめっちゃ良かった。だからこそね、シェルズタウンでルフィと会った時も諦めることだったら腹切って詫びろっていうところらへんもそれの延長線上だし、新世界入ってパンコハザードでルフィが一旦ちょっと負けちゃった時とかも、これからの新世界はって厳しく言ってた時も、約束があるから自分にも人にも厳しいんだなっていうのが分かる。確かに。いやすごっ。ネバーランドではなかった。ネバーランドではなかった。やっぱシャンクスでしたか。今会うと約束が違うもんな、ルフィみたいな。いやブレるんで今の話から余計なプレイ出せないでしょ。はい、じゃあ第4位いきましょう。第4位はですね、僕大好きな空島編からいきたいんですけど、僕 SBS に出させてもらって採用させてもらってる分でもあるんですけど、紹介したいのはルブニール王国ですよね。モンブラン・ノーランドが言ったルブニール王国で載ってるんですけど、ノースブルーにあるっていうので登場してるんです。31巻でちょっと特徴的な宮殿なんですけど、それがローの過去編で出てきてるんですよね。トラさんがいろんな島を巡って白煙病を治したいっていうので、一つノースブルーの売ってるところのここですね。でここでまた出てきてるわっていうのを SBS に紹介させてもらったんですけど、また読み返すともう一箇所出てきてるんですよ。でそれがまたユニークで面白いんですけど、これですね。モンブランクリケットの家なんですよ。まさに憧れてたんで、絵本に憧れてる人たちが住んでるんで、確かにそこの物語に出てきたお城をオマージュしてハリボテを作ってるんですよ。こうやって25巻でしょ、31巻77巻って読むんで、ここにあんまり行き着かないんですよ。31巻を読んで77巻に出てきた時は気づくんですけど、繰り返し読むとまたそういう発見があるっていう。確かにですね。こんな大きく書かれてるのに僕もすぐ気づかなくて、読み返して気づいたんですよ。多分31
31巻と77巻もみんな気づいてない。いやこれは SD すごいね。すごいっすね。それもハリボテの家っていうのにインパクトがあるからさ、その柄までさ、見ないやん。いやそうなんですよ。その柄までちゃんと絵本ファンっていうのをちゃんと踏襲してるんですよね。これちゃいますね。だからシャボンディ諸島の遊園地がさ、アーロンパークに似てたっていうのも同じような意味ですよね。はい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 。すごいですよね。人でもあるし建物でもあるし土地でもあるしっていうので、そういうのはすごい面白いですね。すごいちゃうな。4位。じゃあ第4位ありがとうございました。じゃあ早速第3位の発表お願いします。どうした？いやすごいなっていう。じゃあ行きましょうか。はい。第3位いきます。これ第3位はですね、正直僕ならではだと思ってます。これは当時読んでて CP9 が出てきてアイスバグさん撃たれたじゃないですか。はいはい。あの犯人が誰だっていうので、あそこで結構ワンピースとしては初めてミスリードを誘ってると思うんですよ。なるほど。あのシーンは黒幕は誰かいそうだなっていうの分かるじゃないですか。ミスリードを誘ってるのはウォーターセブンぐらいからだと思うんですよ。確かにな。で、その時はいろんな大工さんがいて、そのキャラクターの中からルッチとかカクが裏切ってるっていうのが分かるじゃないですか。ミスリードされて気持ちいいっていう感じなんですけど、もう一段階僕ミスリードに引っかかってて、それがですね、アイスバッグさんが撃たれた時に新聞が出るんですよ。号外だ号外だって言って、でその時に新聞にですね一人の男が写ってるんですよ。本当だ。怪しい感じ。おお本当だ。見ると怪しいんですよ。こっちにも写ってるんですよ。おお。当時これ読んでる時に絶対こいつ犯人やわと思ったんですよ。わざわざ結構はっきりそいつだけ書かれてますもんね。確かに。で次の班に行くと、いるんですよこいつ。ガレーラカンパニー本社前に並んでるんですよ。おるやん。俺もう完全にこいつだと思って、はいはい。わこれはめっちゃ読んでるからこそ、俺は気づけたぜワクワクってしか読んでるんですよ。だから僕は二重に引っかかってるんですよ。なるほどなるほどなるほど。で小田さんもでもわざと書いてると思いますこれは。そうですね。わざわざ新聞にも書いてはいはいちょこっとだけ潜ませてるっていう。世間はもうルッチとかそっち側に行ってるからパウリンとかなるほどなるほど。あの辺がそうだろうってね考えるから、俺はその時もめっちゃ読んでるぜみたいな感じだった。イケイケの真犯人知っとんぞ。知ったんぞみたいな感じでおおと思ってなるほどと。別にみんな引っかかってないところで引っかかってるわと思って気持ちいいんですけど、そういうのもねこう裏の裏まで書かれてるんで、いやーとんでもないですねこの際。これを3位に選ぶとが神木君っぽいよね。そうだから引っかからんでいいとこですからね。完全にこれ。なんか頭が良すぎる人がテストでまず途中の簡単なことミスるようなもんやな。今言われて初めて知ったもんそれ。知らんよそんなん。新聞まで見えひんやろ。パウリーのあの写真を見るの久しぶりやもんなんだけど。そう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 。書かれてんのがちゃんと出てきてるんやなと思ってまた。そう出てきてるんですよ。すごい。3コマ出てきてるんですよ。やられましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ第2位お願いします。第2位はですねちょっと感動しました。これは感動。これドレスローズ始まってですねコリーダコロシアム始まりますね。はい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 。キュロス像がいます、でキュロス像なんであそこにあるのかなっていうのはホビホビの身でみんな忘れちゃってるんで知らないんですよ、ただ伝説だけが一人歩きしてすごい伝説の剣闘士っていうのが話で言ってるんですけど、レベッカがルーシーに教えてる。そうです。そうですね。でもう一つ教えてることが完全専務将なんですよ、これですね。完全戦前将無敗の男、そのうち敵の攻撃を受けたのはたったの人たちだけ、でこの人たちちゃんと描かれてるんですよ。どこで？ちゃんとストーリー立ててそのためにこれを書いてるんですよ。今の一言、考えてるんだと思ってすごい感動したんですけど、74巻です、キュロスの過去。はいはい。でキュロスが悪さをしてでも陸王に身を引き取られて、コロシアムで名を上げていって自分の存在価値をね高めていくっていうとこなんですけど、最後の3000戦全勝の3000勝する最後の試合で陸王と戦ってるんです。陸王はキュロスに剣術を習ったんです、強かったから。でここでお前に教えを請うて私もなかなか強くなったろうとはいえ私と分かって気を抜くとは獣失格だなってここで血流してるんですよ。本当だ。だからその人たちっていうのは陸王から受けてるんですよ。それを本当に最初の誰も気にしてないような時にポロって書いてる人たちっていうの、その人たちの3文字をちゃんとストーリーの中に組み込んでなるほど書いてるのになるほどすっげえと思ったんですよ。その人たち誰から受けたんだと思ってたんですよ。めっちゃ強いのに。確かにだってその間では発表されてなかったので結局気にはなったんだけどふわっとどっかから記憶から忘れてよくよく考えればっていう。そうです。そうだこれ71巻から74巻なんでもう9ヶ月ぐらい空いてるでしょ。入ってますね。そうだ忘れるでしょ。それはそもそも忘れる。いや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 
ちょっとペル肌ですね。出た。びっくりしましたわ。ここ3個はもうペルハラじゃない。なんか、まあ、3位のやつとかよくわからんかった。呼ばへんやろ、そんなんみたいな。わかります。じゃあね、ここで番外編をね、ちょっと紹介してもらおうと思います。番外編あんの？もちろん、東映ランキングなんで。いや、神木くんのランキングやろ。東映ランキングフィーチャリング神木。番外編で挙げるとすれば、はい。僕ですね、最近まで小田さんすげえって思ってたのが、はい。ドラム島でやっぱ最後に大きな桜咲いて、うわ、あの島の形は最初から木の幹として考えられてるっていう、島の形状まで考えてるのはすごいなと思ってたら、あれってたまたまなんですよ。嘘でしょ？小田さんはもうその時に書きたいものを書いてたらしいんですよ。はいはいだから雪を書きたいと思って雪を書いて、その時にどうやって話をまとめようかってなった時に、テレビを見てたらドラムロッキーっていうカナダかどっかにあるのが映って、でそれをとりあえず書いたらしいんですよね。ドラムロッキーとして書いたんですよ、ワンピースで。でその後にテレビを見てたら雪に色がついたみたいなニュースがあって、それ見た時にあ、雪って色がつくんだって、あ、そういえばドクトリーヌの T シャツ桜だって、チョッパーの手形も桜に見える。あ、桜でまとめようと思ってんだったんですよ。嘘でしょ？途中からなんですよ。よく辻褄合うな。そう毎回だからね、あれなんていうかな、神がかってるんですよ、その運も。確かにちょっと待って、それこそ奇跡のような話じゃないですか。奇跡のような話。まさにあ、これ1位ですか？いやいや、番外編。これ番外編？でも俺それまでは結構上位やったんですよ、それ。すごいなと思って、島の。そっからみんな島の形を気にして読むようになってるじゃないですか。せやで。そうちょっとたまたまなんですよ。ちょっとだから伏線と思いきや全然伏線じゃない。だから今紹介したのももしかしたらそうじゃない時もあるかもしれないです。なるほど。それは分かんない。小田さんしか分かんないけど。でもそれは小田さんが発言されたことだからあえて番外編に入ってるわけですね。そうです。これも総集編で。すごいな。すごい。紹介されてます。これはもうサムネ級やな、この番外編は。サムネそれぐらいのインパクトあるよ、ほんまに。ある。いや、これすごいよ。たまたまでこんなにもすごく書ける？チョッパー編って今でもいい話ランキングとしては1位に上げる人がたくさんいるじゃないですか。エピソード・オブ・チョッパーのところでも奇跡の桜とかね、キャッチコピーというかタイトルにもなるぐらい桜ってテーマの一つだからなくてはならないもんですよね。あれありきで書いてると思うじゃないですか。そう、マジかよ、嘘でしょっていう。すごくないです？マジかよ。ちょっと衝撃すぎて語彙を失ってますわ。これペロ肌ですね。だからさっき出た言葉めっちゃ言ってる感じがする。そうすげえ真面目な回、ほんとね、すげえしか言わないですよ、大体。すげえ。そうとか。次行きましょう。次ですね、まあ1位なんですけど、衝撃の1位楽しいは1位。1位はでもですね、ベタです。みんな知ってるベタなんで、驚きはないんですけど、ボニーの涙ですね。ボニーが頂上戦争で泣いてたじゃないですか。あいつのせいだ。あいつのせいだで、ぐせえうるせえほっとけって言ってボニーが泣くシーンがあるんですよ。有名ですよね。で結局それはバーソロミュー・クマに対しての涙っていうのが90巻で分かるじゃないですか。そうですよね。これの何がすごいって言ったらもうネットも発達してきて58巻から90巻の間にすっごい考察がされてるんです。いろんなとこで。で僕もいろんなことを考えました。それでも多分ほとんど予想の 95% 以上はエースに対しての涙か白ひげに対しての涙なんです。もしくはなんかエースの妹じゃないかみたいなことすごい言われてた。それをこれこそミスリード。もう全読者を裏切った気持ちいいミスリード第1位なんですよこれ。だって要素としてあるよって、ここでエースが死んだ後のコマだからこそ意味があるとかさ。でもしルージュが女の子だったらアンってつける言ってるところもなんかアンボニーから来てボニーだからっていうことも言われてたりとかして、全部プイってやって全部そっちに意識を向けてるんですよ。何十年後か越してたんですこれ。10年越しぐらいじゃないですか。もうこれが僕インパクトすごかったんですよ。感銘を受けたっていうか、こんなミスリードができるのかっていう、これだけ注目されて。みんなそう思ってましたあの時。そう、エースか白ひげって思ってるじゃないですか。私いいですか？私90回読んだんですよこれ。結構前、半年ぐらい前に。ですっかり忘れてこの内容を。俺今聞くまでエースのことやと思ってましたここ。嘘でしょ？嘘でしょ？そう言われたらそういうことかって言われてました。ボニーって年齢変えれるからワンチャンエースの妹かもしらんなとか、いやありえるぞと思って、お姉ちゃんやったかもしらんなとか、お姉ちゃんエースの兄貴、そう兄貴とかやったかもしらんなとか思ってたら、またはね白ひげのね関係者やろうなと思ってたんですけど、娘とかあれみたいな、そうかクマやなみたいな、せやーって今なりました。感動ですね。これがペロ肌ですわ。はい、というわけでいい感じにまとまったところでね、
伏線なんかもうね腐るほどあるんで腐るほど92すげえなこれは言ったら神くんだからトップ5ですけど、まあ、みんなの中の伏線のランキングもあるでしょうし、もっと伏線のまとめを見たいよっていう人は今すぐ高評価をしておいてください。今から一番大きな伏線のワンピースとは何かとか、空白の100年とかね、そうだ、マリージョアの麦わら帽子は何なのかっていうのが確かにもう今まで以上のものがもう待ち受けてるんですよ。確かに確かに楽しみでしかないですよ。怖いよなんか受け止めるのがある海賊について話がある海賊は誰なのかとかね。はいというわけで本日のランキングもありがとうございました。伏線ってただの謎やろ。はーいというわけで今日の動画が良かったとしたら高評価をしておいてください。でね明日も神木さんの動画撮れます。また撮ります。はい明日めっちゃは出てくるやん。ワンピースマニアが選ぶ名言ランキングをやりますはーいでもね、まだチャンネル登録しながらチャンネル登録しておいてください。はい、ぜひとも登録してね。はいそれでは See you バイ。いや、いいね。全然予想したやつ1個もないし。あ、よかった。はい。そうっすね、うん。いや全然ベタじゃないっていうベタじゃない。嘘。こいやの部屋ベタじゃない。そうサインとか誰も知らんし3位だけやけに違うよ。3位だけなんか。